コンケイクです。今回のテーマは、今後のあなたの人間関係です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード、そしてルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の今後の人間関係ですが、現在はですね、あなた自身、良くない人に振り回されてる感じなんですけれども、これからはですね、良い人間関係を築けそうですね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。では、過去ですね。ワンドのエースの正位置になりますね。はい。過去においては新たな人間関係を築いていたっていうことでですね、初めましての方が多かったんでしょうかね。はい。そこからまた他の様々な、友人関係だったり、職場の関係だったり、他にもいろいろあると思うんですけれども、そういった人間関係を築いていくことが大事だったのかなっていうところですね。ここから親しくなっていくかどうかはどうなるかっていうとこだったんだと思うんですけれども、はい。ですね。では、現在ですね。これがペンタクルの4の逆位置ですね。はい。今はですね、人を利用するタイプに振り回されているっていうことでですね、そうですね。過去に出会った方かもしれないんですけれども、あまり良くないですね。あなた自身にとっては、良くない感じの方が、そばにいらっしゃるっていう状況ですよね。自分が利用されてるっていうのは分かってはいても、それでも、離れるのが難しいっていうところなんですかね。関係上難しいとかそういうところはあるかもしれませんね。はい。それでやっぱり振り回されてストレスになってっていうこともあるので、そのあたりがちょっと心配ではございますね。どうしても向こうのそのペンタクルの4っていうのが、自分の利益をとにかく離さない、意地でも離すものかっていう感じのですね、カードさんになるので、そうですね。そうなってくると、やっぱり、あなたに対しての損得とかそういうの全然考えないですよね。自分ばっかりっていう感じなので、できればですね、その方とご縁が切れればいいなっていうところはありますね。未来の方を見てまいりましょうね。カップの8の逆位置ですね。そうですね。未来では話に応じてもらえるということで、あなた自身が話したことっていうのもですね、しっかり聞いてくださる方がいらっしゃる。ですね。良い人間関係を築くことができるという風になっておりますね。さらに、昔馴染みと再び意気投合ができるかもしれないということなので、昔に仲良かった人、ですね。そういう方と再会して、また意気投合して仲良くやっていくっていうことも可能性としてあるっていうことですね。はい。そうですね。とにかく未来に関しては、あなたの人間関係っていうのはとても良好な感じですので、そこは安心いたしましたね。なので、その人を利用するタイプの方っていうのはですね、この未来には見えてこないっていうところがあるので、逃げていくというか、いなくなっていくんでしょうかね。そういうタイプの方はまた、自分が利用できる人を探していくっていう感じだと思うので、あなたの用が済んだら他の方っていう感じでですね。どっちにしてもいい影響を与える方ではないっていうことではあるんですけれども、その方が離れてしまえばですね、あなたには関係のないことですので、もうそこはスルーするしかないかなとは思いますね。はい。では、周囲ですね。こちらが正義の正位置ですね。はい。
あなたの周囲に公平な関係を持ってくださる、助け合ったり、頼り合ったりするバランスの良い相手っていう方がいるっていうことでですね。いるというか、未来でこの方と出会うという感じなのかもしれないですね。どちらかというとですね。今後良い人間関係を築いていけるっていうことなので、今後に期待できる人間関係、人がいらっしゃるっていうことですね。はい。正義ですからね。しっかりとあなたのことを、公平な目で見てくれるというか、ですね。対等に扱ってくれるってことですよね。決してあなたのことを利用したりとかそういうことはしないですし、ちゃんとですね、お互いにギブアンドテイクですね。あなたが助けることもあるし、向こうが助けることもあるっていう感じでですね。そういった関係性を築けるっていうことはとても大事だと思いますね。人間関係においてはやっぱり健全だと思います。はい。はい。では、障害ですね。これがカップのページの逆位置ですね。はい。他人に甘えすぎてしまうと、ご自分にとってあまり良くない方向に行ってしまうかもしれないということですね。はい。そうですね。やっぱり、先ほどもお伝えはしましたけれども、結局助け合ったり頼り合ったりする、お互いに助け合うということが大事なので、自分だけが甘えてしまうとか、頼りきりになってしまうっていう風になると、どうしてもバランス、均衡が崩れてしまうっていう風になってしまうんですよね。そういうことがですね、やっぱり周りの方っていうのは、この人は自分を利用したいだけなんだと。まさに今の現在のあなたが苦しんでる気持ちになってしまう可能性があるので、なので、やっぱりちゃんと助けてもらったらあなたも助けるっていう気持ちが大事なんだと思いますね。はい。では最終結果ですね。カップのナイトの正位置ですね。はい。人に慕われます。互いを思いやれる関係が築けますということで、そうですね。未来に続いてですね、最終的にもあなた自身はしっかりと人に慕われていきますし、そしてですね、思いやれるっていうことは、やっぱりですね、優しくし合えるっていうことですよね。助けたり助けてもらったりっていう関係が続いていくっていうことですね。はい。そういった人間関係やっぱり大事ですからね。はい。今後のその素敵な人間関係っていうのはですね、このままですね、大事にしていってほしいなと思います。はい。はい。では上限ですね。こちらがペンタクルのページの逆位置ですね。はい。相手のことを判断する前に自分が信用できる人になることが大事っていうことでですね。そうですね。はい。あなた自身が、もう、この人は信用できるかなっていうふうにですね、まず疑いをかけて動いてしまう。初めましての方でもですね、最初に警戒をしてしまうと、やっぱり向こうもですね、どうしてもその気持ちが伝わってきて、お互いに警戒心を持ってしまうっていうことがあるので、まずはあなた自身が自分は信用できる人ですよっていうふうにですね、いろいろと気を使うと言いますか、そういうことも一つ大事なんですよっていうことですね。何もしないで好かれる人間っていうのはなかなかいないですからね。です。はい。なので、やっぱり自分が好かれるためにどういうことをしたらいいかなっていうのを考えて、そのあなたが好印象を持った方、そういった方にはですね、しっかり、自分ができることっていうのをしてあげるといいと思います。ちゃんと信用を得るっていうことが大事ですね。はい。はい。では、オラクルカードの助言ですね。まず1枚目が楽園です。楽園へようこそとなっておりますね。はい。これは本当に明るいカードになりますね。まさに未来と最終結果を表しているのかなと思います。これからは人間関係とても良いものが待っておりますので、しっかり楽しんでいきましょうっていう風に捉えていいと思いますね。はい。でですね、もう一枚が庭になるんですけれども、これから何か素敵なものが成長していきますっていうことで、そうですね、これも関係性がですね、もっともっと親しくなっていくのかもしれないですね。あなたの人生においてですね、大事な人となっていくのかもしれない。ずっと付き合っていける友人だとかですね。職場とかだったら、
これからですね、一緒に切磋琢磨していける、頑張っていける職場の仲間としてかもしれないですし、何にせよですね、人間関係の中で、あなた自身にとっては利になるようなことが育っていきますよっていうことですね。はい。ではですね、ルノルマンカードの方ですね。はい。こちらは、ワイルドカードですね。はい。本来であればですね、ルノルマンカードには、こちらのカードっていうのは入ってないんです。これは制作者様のオリジナルカードになりまして、何か人によっては、このカードは当てはまらないっていうことがあるんですよね。そのものの代用になるために作っておられるカードっていうことなので、それで好きなように判断して使ってくださいっていうことでしたので、これはですね、私は十字架の代わりに使わせていただきました。十字架っていうのがですね、やはり宗教的な意味がありまして、やっぱりキリスト教にとっての大きなモチーフっていうことになりますので、そうなってくるとやっぱり他の宗教の方っていうのは、やっぱり当てはまらないっていうことも出てくるので、その代わりにこのカードを出しましたっていうことでですね、はい。ですね、考えていただければと思うんですけれども、はい。このワイルドカードですね、はい。出会ったことには意味がある。はい。運命的な出会いということっていうことでですね、はい。そうですね。今後出会う方たちっていうのはですね、ちゃんと意味があって、あなたが出会ったんですよっていうことですね。だからこそ、その運命的な出会いを大事にしてくださいっていうことですね。はい。ですね。そうですね。はい。全体的なものを見ましても、やはり現在が一番ご苦労されている状況なのかなっていうのはあるんですが、今後はですね、しっかりと素敵な人間関係築けますよって出ましたので、はい。どうぞご安心ください。はい。それではですね、よろしければこちらの方を参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の今後の人間関係ですが、そうですね、満足いかない人間関係っていうのも出てくるかもしれないんですけれども、たとえその仲が悪い人だとかですね、そういう方が出ても、今後ですね、いずれはですね、そういった方と離れられると言いますか、動くので待ちましょうという感じになっておりますね。はい。では1枚ずつお話しさせていただきます。はい。それでは過去ですね。太陽の正位置です。幸福に満ちていた時ということで、はい。仲のいい人としっかりと楽しい時間を過ごしていたそうですね。はい。過去はですね、とても素敵な人間関係を築けていた状況なので、もうそのあたりはですね、すごくいい思い出ができていたのではないかなと思います。はい。いうことだと思いますね。はい。では次が現在ですね。ワンドの8の正位置ですね。突然の誘いがあるかもしれません。ただですね、それが確かに突然なので驚くかもしれないんですけれども、最初はって思うかもしれない。ただ物事がスムーズに動く状況っていうことなので、それで何かしらですね、人間関係のトラブルがあるかとかそういうことではないと思いますね。なんだかんだでうまくいくような感じで流れていくのかなと思いますね。はい。その突然の誘いにもですね、受けても受けなくてもですね、そこが人間関係の亀裂になるっていうことはないので、何にせよですね、そこをどうするかを大事にしてほしいなと思いますね。はい。はい。では、未来ですね。こちらが司祭の逆位置ですね。未来には信用ならない人に出会っている感じがするんですね。はい。自分の価値観との不一致があるっていうことなので、そうですね。今後の人間関係においては、あなた自身としてはですね、不満のある人間関係っていうことも多くなってしまうかもしれませんね。どうしてもちょっと愚痴っぽくなってしまうというか、自分の価値観との不一致っていうことになると、どうしてもですね、気になる部分っていうのも出てきますしね。それでいて信用ならないっていうことなので、どんな感じの人なんでしょうね。そういう方とですね、お話しすると疲れてしまうと思うので、無理はなさらないでくださいね。
積極的に話す必要はないかなとは思います。はい。その必要なことだけ話すっていう感じで、もう、あとはですね、向こうから話しかけてくる以外は、こっちから話しかけなくてもいいとは思いますね。はい。はい。では、周囲ですね。カップのページの逆位置ですね。表面上は仲良くしているけど、どこか信頼できない。これはまさに未来のところになりますかね。そうですね。お互いに仲良くしてるようには周りからは見える。だけれども、なんだかんだで心の奥底では、この人と合わないなとかですね。信用できないなとかいうところがあるんでしょうね。そういう人と関係が続いてしまうっていうところがあるんでしょうかね。そこはやっぱり疲れますからね。はい。そしてですね、人に依存されやすい、周囲のその誰かに依存されやすいっていうことでですね、あなたが頼りがいのある方なのかもしれないんですけれども、それで甘えるっていうのと依存するっていうのは違うと思うのでですね、そこをやっぱり要注意ですね。それでは、障害ですね。バンドのページの正位置になりますね。はい。もしかしたらですね、周りが見えていないことで、あなた自身にとって良くない人っていうのが近づいている可能性があるっていうとこがあるかもしれませんね。そうですね。しっかり周囲を見ていただいて、あなたの周りにですね、あなたにとって良い人間関係を築ける方、そういった方がいないかなってちゃんと探してみることも大事ですね。どうしても視野が狭くなってしまうと、その人間関係しかないんじゃないかっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけれども、そうではないですね。あなたの人間性を好いてくれて、さらにちゃんとですね、あなたと対等に接してくださる方っていうのは必ずいらっしゃるはずなので、そのあたりはですね、そうですね、自信をなくす必要はないかなと思いますね。これからまた人間関係を作っていくっていう風に考えていくといいと思いますね。はい。はい。では、最終結果ですね。こちらが死神の逆位置ですね。はい。今までと変わらない関係が続くということですね。そして仲が悪い人がいても、断ち切らずにですね、関係を保っていてもですね、いずれ動きがあります。はい。ですね。あなた自身が、どうしてもですね、やっぱり人間関係断ち切るのって勇気がいると思うんですよね。どんなにね、自分自身に悪い影響があると思ってもですね、そこで出来上がったコミュニティみたいなもの、そういったものから抜け出すってなかなか難しい勇気がいるやっぱりですね。だと思うんですけれども、いずれはちゃんと動きがあるので、それまでですね、時期はもうちょっとかかるかもしれないんですけれども、待ってみるのもいいかもしれません。はい。ですね。あとはですね、先ほど言ったような障害に出てきたような、周りをまず見てみる。そうすることで、あなたを助けてくださる方っていうのがいるかもしれない。もしかしたら、その人間関係に悩んでることを、打ち明けられる人っていうのが現れるかもしれないので、そういったところでですね、少しずつ自分自身を助けるために動いてみるっていうのはいいかもしれないですね。はい。では助言ですね。カップの10の逆位置ですね。はい。退屈さがあってもいずれ動くので待ちましょう。はい。これは最終結果につながるところではありますね。あなた自身がどんなにこの人間関係が退屈だ、不満があると思ってもですね、いずれはちゃんと動くので、待ってみて大丈夫ですよっていうことですね。もちろん自分から動くのもいいと思いますね。はい。それ自体は構わないとは思うんですけれども、あなたがどうしても勇気が出ない。動くのはやっぱり怖いと思われるのであれば、その時期を待つっていうこともいいと思います。はい。ですね。いずれは、あなたにとっては、その悪い人間関係ですね。そういう方たちとは離れることができていきますので、そこをですね、待ってみるのも良いのではないでしょうかっていうことです。はい。はい。では、オラクルカードの助言ですね。案内人です。あなたの前に道を切り開いてくれた人に声をかけ、彼らを祝い、助言を求めてくださいというふうになっておりますね。はい。
そうですね。まあ、ちょっと先ほどのお話と重なる部分もあるかもしれないんですけれども、そうですね。やはり人間関係って悩むことって他の方もいっぱいあると思うんですよね。で、あなた以上に、まあ、ベテランと言いますか、ですね。人間関係にずっと悩んできて、いろいろと切り開いている人っていうのは必ずいらっしゃる。そういう方に話を聞くことでですね、自分に突破口ができるっていうこともありますので、やっぱり周りを見てみましょう。あなたが相談しやすい人っていうのが必ず現れるはずなので、そういう方にですね、声をかけてみましょう。ですね。はい。それで、その人からもらったアドバイスをもとに動いていくこともいいかもしれませんね。はい。では、もう一枚のオラクルカードが逃亡者ですね。自分自身に帰りましょうということでですね。はい。そうですね。まあ、いろんな解釈はできるかなとは思うんですけれども、やはり逃亡者っていうことなので、あまりにも無理な人間関係が続くようであれば、やはり逃げることも大事ですよっていうことですね。そうですね。自分に、勇気がなくて、なかなかですね、縁を切ることができない、そういうこともあるかもしれないんですけれども、かといってですね、ずっと続けていくのはやっぱりしんどいと思うので、時にはですね、そういう時の相手がもし何かに誘ってきた時に断るとかですね、そういう時に嘘をつくとか、そういうのは全然いいと思うんですよね。自分を守るための嘘っていうことで、ある程度の言い訳を作って、その人と合わないような行動をしていく。そういう風にしていくのでもいいですし、ですね。逃げていくことも一つの方法ですよっていうことです。はい。はい。では、ルノルマンカードの助言ですね。これが怒りです。はい。安定した人付き合いができるので、堅実に関係を築いていきましょうという風になりましたね。そうですね。あなた自身が、やっぱりちょっと不安、信用ができない人が多いなって思われるかもしれないんですけれども、その中でもですね、あなたとしっかりと関係を築ける人っていうのは必ずいらっしゃるので、その方とですね、地道にはなるかもしれないです。急にですね、一気に距離感が縮まって、もう、自分たちずっともだよね、みたいな感じになるかっていうと、それは難しいかもしれないんですけれども、ただ、やっぱりその安定した人付き合いはちゃんとできるっていうことなので、ちょっとずつでも仲を深めていくっていうことが必要かなと思いますね。はい。そうですね。あなた自身のその人間関係、やっぱり不安が大きいのかなっていう部分が結構見えてきたんですけれども、それとは別にですね、しっかり助けてくださる方もいそうな感じなので、しっかり頼れるとこは頼ってください。そして、ちゃんとですね、あなたと信頼関係を築ける方も必ずいらっしゃるはずなので、そういう方とですね、しっかり、着実に関係を築いていって、それで信頼できない人とはさよならをしていきましょう。はい。ではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の今後の人間関係はですね、はい、充実して楽しい人間関係を築けるっていうことで、またですね、ちゃんと意見を言い合える。そうですね、嘘偽りのない関係性を築けるのかなと思いますね。それでは、1枚ずつお話しさせていただきます。はい、まず過去ですね。教皇の聖地ですね。はい。この時期は人に甘えずやり遂げる状況だったっていうことなので、あまり人間関係に執着というか、あまり気にしてなかったんですかね。自分でとにかく頑張るぞっていう感じで、あまり人に頼るとか、もしくは人間関係をそんなに築く必要もないかなと思ってらっしゃったんですかね。一人でとにかく頑張っていくぞっていう感じが見えてきましたね。はい。はい。では次が現在ですね。ソードの7の逆位置ですね。現在は有益な情報交換や悩み相談がしっかりできるっていうことなので、はい。ですね。あなたと同じような感じの、
目的を持ってらっしゃるとかですね。あるいは、あなたよりも知識が豊富な方とかがそばにいらっしゃるのかもしれないですね。そうすることでしっかり、あなたにとって良い情報がもらえる。そしてあなたもきちんと情報を返せるとかですね。あとはご自分が悩まれた時、そういった時に相談に乗ってくださる方が現在はいらっしゃるっていうことなので、そこはしっかり頼っていいのではないかなと思いますね。はい。はい。では、未来ですね。こちらが太陽の星時ですね。はい。元気をもらえる相手。充実して楽しい人間関係ということになりますので、そうですね。太陽ですからね、しっかり明るくて元気をもらえる人ですね。そういった方とですね、時間的にもですね、一緒にいるのが楽しいと思えるですね。はい。過ごしてて、いろんなものを得られると言いますか、ですね。あなた自身が、ものすごく満足ができると言ったらいいんですかね。そういった人間関係を築けていけるっていうことですね。時にはやっぱりちょっと子供っぽくですね、楽しくワイワイしていったりするのかもしれませんね。そういう時も大事ですからね。童心に帰ってキャッキャして遊ぶと。はい。そういうこともいいと思いますね。素敵な人間関係が築けるのではないかなと思いますね。よかったです。はい。では、周囲ですね。これがカップのクイーンの聖地ですね。一緒にいるだけで癒される人、思いやりのある人ということですので、はい。そういった方がですね、あなたの周りにはいらっしゃるっていうことで、そういった方とやっぱり仲良くなると、あなた自身も安心しますよね。やっぱり優しい方っていうのは、大事ですよね。そうやってあなたのことも気にかけてくださる。しかも一緒にいるだけで癒されるっていうことなので、そうですね。あなたの心にも、そうですね。届けていくような感じ。とても素敵な方がいらっしゃるんだろうなと思いますね。はい。もしまだ出会っていなければ、これからなのかもしれないんですけれども、ぜひしっかりとお話ししてみて仲良くしてほしいなと思いますね。はい。では、障害ですね。ワンドの5の逆位置ですね。もしあなた自身に何か邪魔をするとしたらですね、あなたがイライラしている時に、ついつい自分の言葉が攻撃的になってしまうとか、そういうことがあった時は要注意かもしれませんね。たとえどんなに良い人でもですね、やっぱり攻撃的な言葉を聞いて、それで許せるかって言ったら、許せないことの方が多いと思うんですよね。仮にあなた自身がどうしてもイライラが抑えきれなくって、攻撃的になってしまうとしてもですね、そこはやっぱりちょっとぐっとこらえてですね、落ち着いた言葉で話していくことが大事かなと思いますね。やっぱりちょっと強い言葉を使ってしまうとですね、お相手の方の心もかなり傷つけてしまうことになるので、そうしていくとやっぱりせっかくうまくいっている人間関係っていうのにひびが入ってしまうかもしれない。それはやっぱり良くないですからね。そのあたりは気をつけてもらえればと思いますね。はい。はい。では最終結果ですね。こちらがソードのクイーンの正位置ですね。はい。悪い関係の解消があります。はい。あなたにとって良くない人ですね。そういった方とはしっかり関係が解消できますよっていう風になっておりますね。はい。それはちょっと安心ですよね。ということは、あなたの周りには、あなたが楽しいと思える人が多く集まるっていうことだと思いますね。はい。そして、ノーと言える関係を築けるっていうことなので、もうそれってすごく大事ですよね。やっぱり人間関係、気を使うことも大事なんですけれども、ちゃんとですね、嫌なことを嫌と言えない関係って、やっぱりお互いに信頼ができてないっていうことですからね。信頼の上でしっかりノーと言える関係っていうのは大事です。何でもかんでもこの人を喜ばせるためにイエスって言わなきゃっていう感じ、相手の顔色を伺うような関係性っていうのはやはり不健全かなと思いますので、そういう意味でもちゃんとノーと言える関係っていうのは大事ですね。
それはあなただけじゃなくて、やはりお相手の方もそういう風になればいいなと思うので、お互いにですね、そういう関係を築いていってほしいなと思います。はい。それでは、助言です。悪魔の逆位置ですね。自分の心を信じましょう。そしてですね、悪縁に関しましては、しっかり物理的に距離を取ることが大事ですというふうになっておりますね。はい。そうですね。自分の心を信じるっていうのは、要するに、この人はいい人だっていう勘とかそういうことかもしれないですね。この人だったら安心できるとか、この人はちょっと自分とは合わないかもしれないとか、嫌な感じがするなとかですね。そういうふうな感じ方っていうのを大事にしていただくと、きっとですね、良好な人間関係を築けていけるんだと思いますね。そしてですね、悪縁に関しまして、悪い縁ですね。そこは、ちゃんとですね、あなた自身が物理的に距離を取ることで、しっかりとですね、切れるっていうことですね。ですね。そこがちょっと大変かとは思うんですけれども、一歩勇気を出してもらってですね、自分がこの人とはもう一緒にいたくないって思われる方とはですね、物理的に距離を取っていきましょう。はい。はい。では、オラクルカードの助言ですね。こちらが、家族です。血縁であれ、親縁であれ、家族は人生の中心ですというふうになっておりますね。はい。家族っていうと、ちょっと絆が強いイメージなのかなっていうところはありますね。血縁であれ、親縁であれっていうことなので、私としては家族にこだわってるわけではないので、これはもうほんと親縁がどちらかというと強いのかなと思います。心の縁ですね。はい。そちらの人間関係で、ご自分の中で人生の中心ですよっていうことを、かけがえのない友人だとかですね、人間関係っていうのはやっぱり大事ですからね。たとえですね、何か悩んでたとしても、やっぱり誰かがそばにいてくれると、それだけで全然違いますからね。です。それは本当家族に限ったことではないとは思うんですね。はい。そういう感じで考えていただくといいと思いますね。はい。そしてもう一枚のカードは宇宙ですね。私たちはみんなただの星屑です。そうですね。これもですね、みんなただの星屑なんですよね。自分だけが価値がないみたいな感じで考える人もたくさんいるんですけれども、そんなことはないんです。皆さんが星屑であり、そして星でもあると。ですね。そういった中で集まっていって、星屑同士仲良くなって、またそこで星になっていくと。お互いに高め合える人間関係っていうのも大事ですからね。はい。そうですね。あなた自身の周りにはですね、あなたを高めてくれる人、そしてあなたが高められる人、そういう方もいらっしゃるのかなと思いますので、はい。どうぞそういった関係もしっかりとですね、作っていってほしいなと思いますね。はい。はい。ではですね、今度はルノルマンカードの個人、パーソンですね。はい。自分の中の人間性を意識してください。また、身近な人の意見を聞いてみましょうという風になっております。はい。こちらですね、これもルノルマンカードなんですけれども、多分、ルノルマンカード詳しい方はご存知かもしれないんですけど、これは、オリジナルになります、作者さんのですね。はい。紳士と淑女っていう風に分かれてるんですけれども、そこにですね、当てはまらない人っていうのがいらっしゃるんですよね。だから、私もですね、そこは、紳士淑女を使うよりも、こちらを使う方がいいなと思いましたので、個人パーソンとして使っております。はい。ですね。あなた自身の人間性をしっかり意識することが大事ですね。自分は何者なのか、どんな性格なのか、細かいことをいろいろ考えていって、内面を知ることっていうのは大事ですよね。その上で、どういうふうにですね、他の人と関わっていくかっていうのを考えていくことも必要だと思いますね。はい。またですね、はい。
あなたの周りっていうのは、しっかりですね、そうですね、情報をくれる方から、元気をもらえる相手から、癒される相手から、いろんな方がいらっしゃるみたいなので、そういった方にいろいろ意見を聞いてみるっていうことも、あなたの人生の充実につながると思いますので、はい、そういうふうに動いてみてほしいなと思いますね。はい。そうですね。とにかくあなた自身、とても人に恵まれてる感じがしますね。過去の部分ではちょっとあなた自身が一人でもいいかなっていうふうに思われてた部分があったみたいなんですけれども、これからはですね、しっかりとあなたと他の方っていうのはですね、良い関係を築けていける予感がしましたので、はい。ぜひですね、これからしっかりですね、いろんな方と交流していってほしいなと思います。はい。ではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。